こんにちは、入り口です。今日から N3 の文法を解説します。ちょっと難しいです。今日の文法は N3 の文法をように言う、ように頼む、間接的な指示、他人に何かを頼むときに使う表現です。先に言っておきます。この文法、ほとんど使わないです。ただし、日本人がよく使う似ている文法があるんです。皆さん、そろそろ本当に日本語話せるようになりませんか？この度、日本語会話の教室を作ることにしました。この日本語会話の教室について詳しく知りたい方は、ホームページを参考にしてください。ように言う、ように頼むは、社長が部下に報告書を出すように頼みましたのように、誰が誰に何々をするように頼んだ、するように言ったという文法です。これをカジュアルな言い方にすると、してって言う、してって頼むです。このては他の授業でも解説したように日本人が日常会話でよく使います。社長が部下に報告書を出せって言ってた。これがタメ口での使い方です。私は山田さんにパーティーへ来るように頼んだ。私は山田さんにパーティーへ来てって言った。このように私を主語にすることもできます。ただ、あんまり使わないですよね、この言い方。だって山田さんに対して言ってるのではなくて、山田さんじゃない人に山田さんに来るように言ったんだって第三者に対して山田さんに頼んだ話をしているという状況です。だからこの文法を使う機会ってすごい少ないんですよね。そこで私が皆さんに教えたい文法は何々って言っとく、何々って頼んどくという言い方です。言っておく、頼んでおくを省略した言っとく、頼んどく。この言い方は話し相手に対して言う言い方で、私は誰々に言っとく、頼んどくっていう言い方なので、私という主語を省略して、何々って言っとくね、何々って頼んどくねっていう短い文章で気軽に言える言い方です。すごくニュアンスも柔らかくて日常会話で使いやすいです。山田さんに言っとくね、山田さんに頼んどくね、みたいな感じで第三者に依頼することを話し相手に気軽に言う表現です。だから皆さんにはこちらの文法を覚えてほしいです。では早速、この表現の例文を挙げていくので、シャドーイングに挑戦してみてください。それでは例文、スタート。お母さんに今日の夕飯はカレーにしてって頼んどくね。お父さんにお金おろしてって言っとくね。今日中に LINE 返してって言っとくね。遅刻しないようにって言っとくよ。大阪行ったら案内してって頼んどくよ。メール確認してって伝えとくね。はい。ということで、何々さんに遅刻しないでって言ってよりも、何々さんに遅刻しないでって言っといての方が、ニュアンスが柔らかくなるので、会社でもこの得っていう言い方を使った方がいいなって思います。本人に指示するんではなくて、間接的な指示。何々さんに何々しといてって言っといてっていう、この間接的な指示っていう、さすが N3 文法、ちょっと難しかったですよね。ただ、日常会話でそこまで出てこないので安心してください。この言っとく、頼んどく、話しとく、伝えとくのような話し相手に対して使う得、こちらの方がよく使うので、ぜひ皆さん覚えておいてください。それでは今日の授業はここまでです。N3 も頑張っていきましょう。入り口でした。エンター